ここが好きだよ日本人へようこそ。四季折々のさまざまなお祝い事がある日本。そんな日本の未来ともいえる子どもたちの成長を喜ぶ日と聞いて何を思い浮かべるでしょうか。今回は日本の伝統的な行事の一つに関係する特別な飾りについてお伝えします。海外の人がその勇ましい姿に思わず見惚れてしまったというその飾りとは何だったのでしょうか。こんにちは、私はニナ。パリ出身の35歳よ。語学学校の先生をしながら家に帰れば3歳と7歳の男の子のママでもあるの。毎日とっても忙しいけど可愛い子供たちのおかげでとっても充実した毎日を送っているわ。小さい頃から子供が大好きで、学生時代はボランティアでよく幼稚園や養護施設でイベントを企画したり、子供キャンプを主催したりしていたの。高校生の時は1年間日本に留学していたわ。私、日本人の国民性がとても好きなの。真面目で勤勉なのにエンタメがとても充実していて、クールジャパンという異名も持つだけのことはあると思うわ。私がそんな日本を好きになったきっかけになったのは、あるドラマに出会ってからなの。不良ばかりの高校の生徒たちに教育熱心な先生が真っ向から向き合っていくって話なんだけど、とても心が熱くなったのを覚えているわ。私が教育の世界を志したのはそのドラマのせいもあるわね。問題を抱えた生徒たちの心を溶かすような、そんな先生になりたいと思ったの。だから高校時代っていう貴重な1年を日本で過ごすことを選んだのよ。日本語は難しかったけど、日常的にドラマを見ていたからかすんなり頭に入ってきたわ。今思えば拙い日本語だったと思うけど、なんとか留学のための試験もパスして日本での留学生活に臨むことができたの。日本での住まいはホームステイを希望したわ。せっかく日本に行くんですもの。日本人の生活っていうのを思い切り堪能しようと考えたの。ホームステイ先の家族は教師をしているお父さんのひろきさんに、専業主婦のまなみさん、当時の私と同じ年でクラスメイトのゆい、弟のジンの4人家族だったわ。弟のジンとゆいは少し年が離れていて、ジンは当時5歳だったの。とっても素直で可愛くて、私は兄弟がいなかったから嬉しくって毎日たくさん遊んであげたわ。ひろきさんには日本の教育論から教師という職業のリアルな実態までいろいろなことを教えてもらったわ。朝早く家を出て夜遅く帰宅することも多くて、とても忙しそうに見えたけど、生徒のことを一番に考える素晴らしい先生だと思ったわ。素晴らしい家族で、私も将来こんな家族を持ちたいと思ったものよ。留学先の高校ではゆいと同じボランティア部に所属していたの。私が通っていた高校はボランティア活動がとっても盛んで、特にボランティア部は近くの幼稚園のイベントには必ず参加するほどだったわ。そんな私は4月の末頃、不思議なものに出会ったの。その日は学校もボランティア部もお休みで、朝食を食べてからは部屋でゆっくり過ごしていたわ。するとお母さんのまなみさんとジンが1階のリビングで盛り上がっている声が聞こえてきたの。私は気になって1階に降りて、何をしているのって聞いたわ。すると、子供の日が近いから飾り付けをしているって言われたの。子供の日なんて初めて聞いたから何のことかわからなくて、まなみさんに子供の日って何って聞いたの。まなみさん曰く、子供の日っていうのは子供たちの健やかな成長を願ったりお祝いしたりする日なんですって。端午の節句とも呼ぶらしくて、地域によって祝い方に違いはあれど、日本では毎年祝われているとってもメジャーなイベントらしいの。ふと床を見ると、段ボールには戦国時代の将軍がつけていそうな立派な兜が入っていたわ。それにジンの名前が書かれている旗のようなものに、きれいに畳まれたカラフルな布が少し見えたわ。私は興味津々で、一つ一つのアイテムについて、これは何と質問したの。まなみさんはすべてに丁寧に答えてくれたわ。
その隣でジンは何か誇らしそうな、とっても嬉しそうな顔をしていたの。自分の成長を祝ってくれる飾りたちと、それを毎年欠かさずに飾ってくれるまなみさんの親心が伝わっていたのかしらね。なんて素晴らしい関係性なんだろうと思ったわ。私はそれまで子供の日なんて概念はなかったけれど、将来子供ができたらこういう風な親子関係を築けたらいいなと心の中で思ったの。兜や旗を家の中に飾り付けた後、2人は鯉のぼりっていうカラフルな布を外に飾るらしく準備を始めたわ。私ももちろん一緒に外に出たわ。すると他の家にもそのカラフルな鯉のぼりが家の外に飾ってあることに気づいたの。初夏の青く澄んだ空を泳いでいるかのような鯉のぼりはとっても勇ましくて、私はそのものの美しさに加えて日本人の子供を思う気持ちに感動が止まらなかったわ。まなみさんとジンも早速鯉のぼりを飾っていたわ。近くで見ると鯉のぼりは意外と大きくてちゃんと魚の形をしていて目までついていたの。その可愛らしい目がなんともチャーミングで、私はますます鯉のぼりが好きになったわ。飾り終わった鯉のぼりは空高くどこまでも泳いで天まで行ってしまいそうなほどだったわ。実は少し前に私が一番好きな日本の風景である桜が散ってしまっていて、ちょっとだけ残念な気持ちになってしまっていたの。でも鯉のぼりが街中を泳いでいる風景の方が日本人の親の子供を思う心が垣間見えて私は好きだなと思ったわ。この時期に日本にいなかったら私はこんな美しい風景と日本人の心を一生感じることができなかったんだろうって思うと、本当に日本に来てよかったと思ったわ。何よりそういう日本の風習を大事にしている家にホームステイできている幸運にも心から感謝の気持ちがあふれてきたわ。まなみさん曰く、鯉のぼりは男の子の成長を祝って飾られるらしく、健やかな成長と立身出世への願いが込められているんですって。私が感じたように大空を悠々と泳ぐ鯉のぼりには大きく元気に育ってほしいという願いが込められているんでしょうね。しかも鯉は沼や池といった清流以外の場所でも生きられる丈夫な魚らしいの。日本男児っていうくらいだから、そういう親の思いを受け取って日本の男の子はたくましく強く育っていくんだろうなと思ったわ。そして日本の長期休みの代表であるゴールデンウィーク中に子供の日を迎えたの。そこでさらに衝撃だったのは、あらかじめ飾り付けをするだけではなく、子供の日の当日にもいろいろな慣習があったってことかしら。晩ご飯にはちまきっていう葉っぱで包まれたもち米の炊き込みご飯みたいなものが出てきたわ。鯉のぼりの時みたいにきっと一つ一つに何かしら意味があると思った私は、晩ご飯をいただきながらまなみさんにたくさん質問をしたわ。ちまきには子供の健やかな成長を祈る気持ちと魔除けの意味が込められているそうなの。ちまきを包む茅も笹の葉も香りが強いから邪気を払う働きがあるとされているんですって。その他にもたくさんの美しい料理が並んでいたけど、まなみさん曰く、今日はジンの好きなものを作ったらしく、唐揚げやハンバーグなんかもあったわ。デザートには柏餅っていうのが出てきたわ。餅を使った日本のお菓子はたくさんあるけど、やっぱり子供の日に食べる柏餅は特別な意味があるらしいの。柏の木の葉は新芽が出るまで古い葉が落ちないという特性から、新芽を子供、古い葉を親に見立てて家計が絶えないという意味と子孫繁栄という2つの意味があるらしいわ。だから柏の葉で巻いた柏餅は縁起のいい食べ物として今でも好まれているんですって。日本のお母さんってこういう一つ一つの食べ物に対してまで子供への思いを込めて準備しているのね。私はとっても心が温かくなったわ。私も両親からは大事に育てられたけれど、こういう風に祝ってもらうのは誕生日くらいだったもの。子供の日には子供が喜ぶゲームやおもちゃのプレゼントはないけれど、それでも
大人になったらどれだけ親に大事にされていたかがわかる行事よね。私はそんな素敵なホームステイ先と高校で充実した1年間の留学生活を終えて帰国したわ。まなみさんやゆいとはたまにテレビ電話をしたり、手紙を交換したりと、その後も交流が続いていたの。月日が流れて私は結婚してお腹に新しい命が宿ったわ。しかも結構早い段階で赤ちゃんは男の子だと分かったわ。私はすぐにまなみさんとゆいにも報告したわ。私ママになるのって。するとまなみさんが日本から鯉のぼりを送ってくれたの。うちにいた時ニナはとても鯉のぼりが好きそうだったし、私からのお祝いの気持ちよ。生まれてくる赤ちゃんに日本のグランマからのプレゼントよって教えてあげてねってメッセージがついていたわ。私は涙を止めることができなかったわ。妊娠中で涙もろくなっていたのかもしれないけど、それを差し引いてもまなみさんがいまだに私を娘のように思ってくれている気持ちに感動したの。早速夫に頼んで外に飾ってもらったわ。子供の日にはまだ早かったけど、嬉しすぎて気持ちが流行ってしまったのよ。私は毎日鯉のぼりがパリの空を泳いでいるのを見ながら、日本での生活や優しい気持ちを思い出したわ。私は日本で先生としての自分よりも、親として自分がどうなりたいかの明確な指標をもらったと思っているの。人生においてとっても大切な時間だったと思っているわ。今は子育てと仕事に追われている毎日だし、辛いニュースに心を痛めることもたくさんあるけれど、毎年鯉のぼりを見ると頑張ろうって思えるの。いつか子供たちを日本のグランマに合わせてあげられる日が来ればいいなと思っているわ。日本の子供の日のルーツは古代中国における厄払いである端午節の行事が変化したものという説が有力だそうです。平安時代に日本へ伝わり、鎌倉時代に子供の成長を願う今の形に進化したとされています。世界にも子供の日が制定されている国はあるそうです。それぞれに違う祝い方を通して子供たちが他国の文化に興味を持つきっかけになるといいですね。子供の成長を願い、勇ましく空を泳ぐ鯉のぼり。海外の人たちにもぜひ一度見ていただきたい日本の風景と言えますね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見、ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。